行く前に知りたかった函館観光動画。函館山から花火が見られるなんて知らなかった。五稜郭に影が入っちゃう時間があるなんて知らなかった。そうなんです。旅行に行ってから初めてわかることってありますよね。こんにちは、ポチトラベルのみほです。今回の動画を最後まで見ていただくと、函館観光に行ってから行く前に知りたかったと後悔しないで済むようになります。ぜひ最後までご覧ください。さらに五稜郭タワーの駐車場が実質半額になる方法や、チェーン店の激安情報など見どころ満載です。それでは早速行ってみましょう。函館観光で行く前に知りたかったことその1、五稜郭タワーに登ったけど影が気になりすぎた問題。函館の大人気観光地の一つ、五稜郭。四季折々の姿がとっても美しく、函館観光の王道ですね。主な楽しみ方は、五稜郭タワーに登って上から景色を眺める、五稜郭公園内をお散歩する、五稜郭周辺グルメを堪能するなどがありますが、五稜郭タワーに登って景色を楽しむ場合は、このように時間によってはタワーの影が入ってしまうのです。せっかくなら綺麗な五稜郭を見たくないですか？午前中であれば影が入ることはないですが、午後からは影が近づいてきます。これから観光の計画を立てる方は、ぜひ午前中に五稜郭タワーを入れましょう。ちなみに冬はライトアップもしているので、逆に夜に行くのもおすすめですよ。続いて五稜郭公園を散歩する場合の見どころも分かりやすく紹介します。五稜郭タワーは大人1名1200円と決して安くはないですが、五稜郭公園は基本的に無料で楽しめますのでおすすめです。五稜郭公園の楽しみ方その1、武者返しを見学。函館戦争の際、新選組を支えたイケメンで知られる土方歳三。その彼が拠点として使った五稜郭ですが、さまざまな工夫のもと建設がなされています。その一例としてこちらの武者返しですが、敵が壁を登れないように沿った形になっています。確かにこの形であればなかなか登るのは大変そうですね。まずはそんな歴史を感じながら見学したら次です。五稜郭公園の楽しみ方その2、武田海三郎の石碑を触る。この美しい五稜郭の設計をしたとされる武田海三郎、大変優秀であったことで有名です。そのためこの筆跡を撫でると頭が良くなるという都市伝説があります。そのため多くの修学旅行生が触り、現在ではツルツルになっているとかいないとか、その真実はあなた自身で確かめてみてください。五稜郭公園の楽しみ方その3、函館奉行所を見学。函館奉行所は鎖国が終わった江戸時代において外国との交渉などを行う場所として作られました。ここは復元された施設ですが、当時の函館の歴史を知ることで函館の観光をより楽しめるようになるかもしれませんよ。ぜひ行ってみましょう。歴史もいいけど早く駐車場が安くなる方法を教えろって？わかりました。早速教えちゃいます。五稜郭タワーに行くためには基本的には近隣の有料の駐車場に停めることになります。一番広くて停めやすいのはこちらの函館市芸術ホール駐車場ですが、通常料金は
1時間200円です。2時間滞在すれば400円ですね。しかし、隣接している北洋資料館に行くと、この駐車場が2時間無料のハンコがもらえるのです。この北洋資料館は入場料が100円なので、だいぶお得になる計算ですね。役に立ったーって思った人は、今すぐチャンネル登録ボタンを押してください。北洋資料館自体も楽しい施設なので、ぜひ楽しんでみてね。函館観光に行く前に知りたかったことその2、ドーナツが激安だった問題。そうなんです。みんな大好きミスタードーナツ。函館市限定で激安なのです。函館に来てまでミスドを食べたくないよって？まあ、そう思う方はトリビアとして聞いてください。ちなみにミスドが大好きな私は函館に行って大量にドーナツを食べてしまいました。日本全国で約1000店舗あるミスドのうち函館でのみ特別価格で販売されているのです。例えばオールドファッション通常172円が97円、フレンチクルーラー通常162円が108円。すごくないですか？これは函館の老舗パン屋さんキングベイクとミスタードーナツが業務提供を結んでいるからだそうです。おっと、キングベイクを知らないというそこのあなた、とっても損していますので、函館グルメについてこちらの動画をご覧ください。函館観光で行く前に知りたかったことその3、ホテル選びが難しすぎた問題。函館市は北海道で2番目にホテル数の多い町です。どこに泊まっていいか迷ってしまいますよね。私もどこがいいか迷って20以上のホテルを泊まり散らかしていますが、ここでは実際に泊まってよかったホテルをジャンル別に3つお知らせします。とにかく駅近のホテルがいいという人はこちら JR イン函館。函館駅ほぼ直結のホテルです。雨でも雪でも問題なし。2020年にできたばかりということもあり、内装もとっても綺麗。バス・トイレも独立。トレインビューの大浴場もあり、朝ごはんは回転寿司もあるというユニークな発想も20丸。特に悪いことはないです。ヤフートラベルでは1泊最安値で6930円からです。どうせなら温泉を楽しみたいという人にはこちら湯の川プリンスホテル渚亭。函館には北海道三大温泉湖の一つ湯の川があります。湯の川温泉ならどこでも一緒でしょと思ったそこのあなた、大間違いです。どうせなら津軽海峡に面した温泉ホテルを選びましょう。特に渚亭は津軽海峡と温泉が一体化したような最高の露天風呂が楽しめますよ。バイキングも職人さんが握りたてのお寿司を食べ放題だったり、海を眺めながら食べられる席もあったりと、最高なポイントがたくさんです。ここでは紹介しきれないので、詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧ください。駅から多少遠くてもいいから、とにかく安いホテルに泊まりたいという方、そんなあなたにおすすめなホテルがこちら、ココテル函館。なんと1泊1名1980円から。函館駅からは車で約15分とやや離れていますが、五稜郭タワーには5分と近いです。そして清潔さを気にする方もいるかと思いますが、2023年にリブランドされており、お部屋の中はとっても綺麗で寝心地も良かったです。函館に行ったら観光を目いっぱい楽しみたい、ホテルは寝るだけだから安さが第一という方にはおすすめなホテルです。こちらもサムネイルの動画で紹介しているので、気になる方はぜひ見てください。
函館観光で行く前に知りたかったこと、その4。函館山に登るタイミングが難しすぎた問題。世界三大夜景で知られる函館山。昼、夜、夏、冬、それぞれ様々な景色を見せてくれますが、注意点がいくつかあります。最もオーソドックスに楽しむなら夜景。春夏秋冬、いつ行っても綺麗な景色が見られます。レアな景色を楽しみたい方には花火夜景がおすすめ。花火を見上げることはよくありますが、花火を上から見るというレアな体験ができますよ。そんなこと言っても花火大会なんてめったにないんじゃないかって？その通りです。確かに夏に花火大会は少ないですが、例年12月にはクリスマスファンタジーというイベントで毎日18時から花火があるので狙い目ですよ。また通常函館山山頂は交通規制のため車では行けませんが、ロープウェイの料金1800円を払わなくてもマイカーで函館山山頂に登る方法もありますので、知りたい方はこちらの動画をご覧ください。いかがでしたか？このチャンネルでは函館観光のホテル動画、函館のグルメ動画、様々な情報を発信しています。気になる方はぜひご覧ください。今後も観光にまつわる情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。また、うちも紹介してほしいというご要望がありましたら、ぜひご連絡ください。